やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、今回は、久しぶりに、ナイス HCK の新作イヤホンを紹介できる。と、思ったんだけど、よくよく考えたら他のブランドの発売速度が土地狂ってるだけだ。HCK も割と速いペースで、新作を発売するブランドだよな。今回紹介するのは、ナイス HCK、M5 だ。M5 の型番の通り、5台のドライバーを採用するイヤホンだな。内訳は、4台のバランスドアーマチュアドライバーに、1台のダイナミックドライバーの組み合わせ。5ドライバーはイヤホンとしてはかなり構成が多めの設定なんだけど、その HCK 自身が、7ドライバーの NX7 を発売していることを考えると、最近では割かし多く見かける構成でもある。価格設定は、世界のイヤホンブランドに比べると、かなり安価な179ドル。ただし、土地狂ったバトルロワイヤルガラパゴス状態の中華イヤホン界に限れば、中堅か、それよりちょっと安価くらいの価格設定だ。さらに、HCK 単体で絞ると、コスパが良い NX7 ラインと比較すると、ちょっと高めの設定だな。もちろん、その理由はいくつかある。低価格イヤホンでよく見かけるプラスチック製ではなく、音質にこだわった、レジン系のシェルを採用し、背面には金属パーツが組み込まれてる。特に注目したいのが、丸型の金属パーツ。この部分は、内部のドライバーの圧力を逃がす穴なんだけど、ここのフィルターを交換することによって、音質を変えるギミックを採用しているぞ。ダンパー変更とか、ベント変更とか呼ばれるタイプのギミックだ。音質のために、この部分を新規に開発したこと。そして、コストのかかるハウジング設計の結果、この値段になったんじゃないかな。なんか努力の割に安く感じてこない？個人的にはぜひ数が出てほしいイヤホンだ。具体的な中身について見ていこうか。ナイス HCK の上級ラインについてくる、高級なイヤホンポーチ。外に持ち出す時にも便利だし、付属品を収めておくのにも良い。新しいケーブル。他のモデルについてきてるのを見たことがないタイプだ。M5 の型番的な先輩、M6 についてきたものに似てるんだけど、あちらのように大きく高音を減衰させる、音を変えてしまうケーブルじゃなくて、割としっかりと使うことができる、取り回しと音質のバランスの良いケーブルだ。2ピンの、段差のないタイプのリケーブル方式、組み合わせられるケーブルが多い、おすすめの方式だぞ。それから、イヤーピースが3サイズ、2種類。HCK の純正イヤピはしっかりと弾力のある扱いやすいものなので、気に入ったらイヤピの追加購入は必要ないな。それから、M5 特有の、交換用フィルターと、交換用のマイナスドライバー。最初の締まりを緩める時だけ使うといいだろう。あんまり使うとフィルターが剥げそうだ。このイヤホンで、唯一注意してほしいのが、フィルターを落っことしやすいこと。よくフィルターギミックは扱うんだけど、こいつはつまみにくい形をしてるので、ポロッと落としやすい印象がある。絶対に、ベッドの近くとか、毛足の長い絨毯の上で交換するんじゃないぞ。部屋の中でフィルターを紛失して数時間泣きながら探す羽目になるからな。フィルター数は、割と定番の3構成。高音強調、低音強調、ベーシックの3種類だ。よりフィルターの多いイヤホンから比べると少なく感じるかもしれないけど、どれもよく考えられた、崩れない範囲の調整になっていて、なおかつ、きちんとそれぞれのフィルターの個性を感じる、良好な仕上がりとなっているぞ。それじゃ、音色について見ていこうか。まず、基本の音色の時点で、価格設定に見合った仕上がりだと感じる。空間は広くも狭くもなく、音質の方に集中できる空間表現だ。音色は明瞭さが特によく聞き取れ、PA ドライバーを搭載しているハイブリッドの味を強く感じ取れる。どこか一つの音色が強調された感じはなく、ボーカル帯域もしっかりと出てくれる、割かしフラットな印象のある音色だ。だと、聞き応えよりも、ゆったりと聴けるイヤホン、な印象になりそうなんだけど、つながりの良い音かつ、最近の流行りの、高音域もはっきりくっきりと出る。でもって、超低音域までもしっかりと出る、ハイブリッドらしい音の高さ低さに限界を感じない音色だな。普通にノーマルの時点で満足感が強い、HCK らしい、価格と構成を考慮すると、明らかに1ライン上に感じる音色だ。さらに、ここ数年の業界全体のレベルアップに合わせて、HCK のイヤホンも進化しているのが感じられるな。ギミックや構成を抜きにして、他社の同価格帯用イヤホンに引けを取らない。ハイブリッドの弱点である、各ドライバーの出す音色の接続の悪さも感じられない。この価格を出して、納得できる明瞭なハイブリッドイヤホンだ。と、いったところで、いつもなら締めたくなるところなんだが、こいつには背面のフィルター変更ギミックがある。今まで語ってきたのは、標準のグレーフィルター。ドライバーの前面、つまり、ノズルを変える一般的なフィルターは、つまり、
ドライバと耳の間の詰め物を変更するギミック。これはこれで好きなんだけど、そこにスポンジやら面やらを差し込むわけで、高音域を減衰させて音を調整するためか、なんだかフィルターによっては高音域を減衰させてしまっている体感があるんだよな。対して、M5 が採用しているのは背面フィルター変更。これは、背面から逃げる反響を防ぐ率を変更する仕組みで、高音の減衰感がなく、M5 の特徴である、明瞭な高音域を犠牲にしない調整だ。実際、M5 に付属するフィルターは、高音強調と低音強調なんだけど、低音強調でも、高音域を減らして低音域を目立たせる、というよりは、背面から逃げていた低音を、耳の方に向けた、という印象で、高音域も決して減っておらず、高音、低音ともにパワフルなままに感じられた。10年くらい前は低音が出てりゃ満足だったんだけど、最近はわがままになってきて、低音能なんだけど、強い低音には強い高音が必要、と考えるようになった自分には、ベストな調整方法のように感じる。M5 のハイブリッドらしい、音の輪郭が引き立った高音域がしっかり聞きたい人は、高音強調の赤フィルター、さらにマッシブなイヤホンにしたい人は青フィルターがおすすめだ。でも、フラットバランスのグレーも、どっちもしっかり聞き取れる。あくまでバランスを変えるだけで、それぞれの高さの音の良さは全く変わらないのが、背面フィルター変更の強みであると実感できたな。M5 は、高音域は明瞭、ボーカルは引っ込まず明瞭、そして低音域にはある程度の重みと引き締まり、という構成で、どんな音の高さに、魅力を持つ曲でも、しっかりと対応できる完成度があるんだけど、それでもバランスをあえて崩したい時に、しっかりとそれぞれの魅力を保ったままに、希望のバランスに寄せてくれる、わがままを許容してくれる、フィルター、という良さ。もちろん、フィルターが売りのイヤホンなんだけど、そもそもの完成度が高く、ノーマルの状態でどんなジャンルにも対応できる、完成度の高さがこのイヤホンの魅力の源なんじゃないかな。フィルターの方も、きちんと体感できるレベルでバランスを変化させるんだけど、どのフィルターでも、M5 本来のバランスの良さを損ねていないところも良い。フィルターギミック抜きで、アンダー2万円のイヤホンとして、普通におすすめできる完成度、そして、そこにプラスされる、フィルターイヤホンとしての完成度が合わさって、M5 は、バランスを崩したくない人におすすめのハイブリッドとしても、あえて、崩した音を聞きたい人向けのハイブリッドとしてもおすすめできる一本となっているぞ。音色をまとめてみようか。高音域は、ハイブリッドらしいくっきりとした鳴り方。ギターなどもはっきりと鳴ってくれるし、金属音もしっかり高質になってくれる。明瞭感が高いので、ボーカルもハキハキ聞こえるけど、若干感触寄りだけど、感触傾向が強すぎず、しっかりと人間の声に聞こえるな。低音域は、しっかりとボリュームがあって満足度が高い。引き締まりと量感がちょうどいい感じ。サブベースもしっかりと出てる。反面、20ダイナミックドライバや20磁気ダイナミックドライバのようなパワフルさはない。十分パワフルなんだけど、一部のイヤホンたちが住んでるバイオミューテーションゴリラの森みたいな自然さを超えたスーパーベースイヤホンじゃない点は注意だ。単体で聞いて、量感の不足を感じることは全くないんだけどな。ただし、青フィルターを使えば、それらの低音原理主義的な連中もニッコニコだ。おまけに低音に高音がすりつぶされない。どのフィルターでも必ず低音域と高音域が両立し、おまけに中音域も引っ込みすぎない、というのが M5 がこの価格でいられる理由なんじゃないかな。高レベルでまとまった基本に、大きく変わるのに全く崩れない各音域。それが、M5 の魅力だと思う。というわけで、M5 はこの価格のハイブリッドイヤホンとして、まずはおすすめできる。でもって、フィルターギミックの完成度も、同社の過去のイヤホン、そして他社のイヤホンと比べても高い。変えて遊んでよし、変えずに聞き込んでよしの一本だ。そうそう、装着感も良好だった。突き出したデザインが苦手な人も、あんまり高さはないので安心していいと思う。どっちかというと、引っ掛けるための突起というより、その部分を凹ませてより装着しやすくしてる印象だ。重量も軽めで、長時間使える一本であると感じたな。強いて弱点を挙げるなら、くっきりはっきり表現するタイプのハイブリッドイヤホンなので、録音品質が悪い曲では、雰囲気を崩してしまうことがある。ことだろうか。古い曲、一部のライブ音源などでは、悪いところが出ちゃう場合もある。同価格帯のライバルと比べて、音質ではどれも素晴らしいのでどれ、と順位付けはできないんだけど、強いて言うなら、M5 と比べて、より空間表現に秀でたライバルが多いように感じる。M5 の空間の感じ方も、上質な部類に入るんだけど、フィルター変更である程度変わる印象があるので、ちゃんと良い、としか言えないんだよな。ただ、M5 はよく調整されたフィルターという強みがあるので、他のイヤホンにはない、価格に見合った魅力を持った1台、というのは変わらない。出来の良い、ハイブリッドイヤホン、もしくは、出来の良い、フィルターギミックイヤホンが欲しい人に、この価格は納得できるもののはずだ。実はクーポン預かっててさらに$30下がるんだよな。
しかもプレゼント用に1台用意されてるんだ。というわけで、プレゼントが気になる人は詳細欄を確認してくれ。投稿から5日間有効だぞ。と、こんなところだな。HCK の上位ラインは、信頼を裏切らない。そういや、上位ラインで思い出したけど、ナイス HCK ロフティが、最近鳴らせば鳴らすほどお気に入りの音になってるんだよな。まだ化けるかなといったところで今回はここまで、クーポンとプレゼント、お見逃しなく。